昨日の夜、10個の漢字を覚えた。なのに今朝、全部消えてた。わかる。寝たら全部リセットされる感じ。何回やっても同じで、自分には向いてないのかなって思い始めてた。でも、それ、記憶力の問題じゃないんだよ。方法がちょっとだけ違ったんです。今日は覚えた漢字がちゃんと残る感覚を一緒に見つけていこう。皆さんこんにちは。ななみです。たくみです。今日もよろしくお願いします。このポッドキャストは、日本語を勉強している皆さんが、毎日少しずつ日本語に触れるための番組です。リラックスして聞いてくださいね。さて、今日のテーマは、漢字を忘れない方法です。ななみさん、正直に聞くけど、漢字の勉強、今はどうですか？正直に言うと、フラッシュカードを毎日やってるんですけど、うんうん。次の日にはもう半分以上忘れてるんです。それすごくよくわかります。リスナーの皆さんもきっと同じ経験ありますよね。ありますよね。私だけかなって思ってたんですけど、違います。みんな通る道なんです。じゃあ、なぜこんなに忘れてしまうんでしょう。そこが今日の一番大事なところです。まず、問題の根っこを理解することが大事です。根っこですか？はい。多くの人が漢字をどうやって勉強してると思いますか？えーっと、ノートに何度も書くとか、フラッシュカードで繰り返すとか？そうですね。でもそのやり方だと漢字を記号として覚えようとしてるんです。記号？例えば、知らない電話番号をただ何度も繰り返し読むみたいな。意味もなく数字を覚えようとする感じですね。その通り。脳は意味のないものを長期記憶に入れようとしないんです。だからすぐ消えちゃうんですね。そうなんです。書けば書くほど疲れるのに全然残らない。その悪循環です。それ、まさに私がやってたことです。大丈夫です。今日から変えられます。3つの方法を紹介しますね。最初の方法は何ですか？1つ目は漢字の物語を見るという方法です。物語？実は漢字はもともと絵から生まれたんです。え、絵ですか？はい。例えば、山という字を見てください。山。あ、なんか山の形に見えます。そうですよね。3つの峰が並んでいる。ほんとだ。言われてみると全然違って見えます。木も同じです。幹があって、上に枝が広がって、下に根が伸びてる。ああ、木の形。なるほど。記号として見るのをやめて、絵として見る。そうすると、ただの線じゃなくて意味が見えてくるんですね。その通り。意味が見えると、脳がやっと覚える気になるんです。脳にも覚える気があるんですね。ありますあります。だから、新しい漢字を見たときは、この形は何の絵かなって1秒だけ想像してみてください。1秒だけでいいんですね。それなら私にもできそうです。では、2つ目の方法です。はい。漢字を一人で勉強しないということです。
一人で勉強しない。どういう意味ですか？漢字だけを単独で覚えようとしないで、必ず言葉の中で覚えてほしいんです。言葉の中でか。例えば？例えば、食という漢字。これだけ見てもぼんやりしますよね。うーん、食べ物に関係する何かくらいしかわからないです。でも、食べる、食堂、食事。この3つで覚えると、あ、全部知ってる言葉です。それぞれに意味がありますね。そうです。食という漢字が生きた言葉の中に入ることで、急にリアルになりますね。その通り、好きなアニメやドラマのセリフで見た漢字ならなおさらです。あ、それわかります。好きなキャラクターが言ってた言葉って絶対忘れないです。感情と一緒に入ってくるからですよね。感情が鍵なんですね。はい。だから漢字帳だけじゃなくて、好きなコンテンツを一つ選んでください。アニメでも漫画でもいいですか？もちろん、その中で出てきた漢字を今日の一個として丁寧に覚える。一日一個。それなら無理なく続けられそうです。続けることが何より大事ですから。三つ目の方法は何ですか？三つ目は感情付きの繰り返しです。感情付き？普通の繰り返しと何が違うんですか？普通の繰り返しはただ何度も見るだけ。うんうん。感情付きはその漢字に自分だけの小さな話をくっつけるんです。自分だけの話？例えば愛という漢字。愛は真ん中に心があるって気づいた瞬間、あ、本当だ。心が入ってる。ちょっと感動しました。その感動が大事なんです。面白いと思った瞬間、脳が記録を始めます。だから忘れないんですね。そうです。笑えるほどおかしい話でも全然構いません。おかしい話でもいいんですか？むしろおかしい方がいいです。変な話ほど頭に残りますから。確かに、変なことってなぜか覚えてますよね。それに加えて繰り返すタイミングも大事なんです。タイミング？覚えた次の日、その3日後、1週間後、段階的に復習するんですね。これを感覚反復と言います。暗記というアプリが自動でやってくれますよ。暗記使ってます。でも感情なしで使ってたかも。今日から自分の小さな話を一つ加えてみてください。はい、やってみます。ところで、たくみさん、漢字って何個くらいあるんですか？常用漢字だけで2136個あります。に、2136個聞かなきゃよかった。でも日常会話では500個くらいでかなり読めますよ。500個ならなんとかなりそうです。それに漢字を知ると中国語や韓国語も少し読めることがあります。え、本当ですか？漢字はアジア全体に広がった文字ですから。なんだか漢字を覚えることが急に
壮大な旅みたいに感じます。その気持ち、大事にしてください。漢字は確かに旅です。一歩一歩ですね。その通り。焦らなくていいです。今日は漢字を忘れない方法についてお話ししました。3つの方法をおさらいしましょう。一つ目は漢字を記号じゃなくて絵として見ること。2つ目は漢字を単独で覚えず言葉の中で覚えること。三つ目は感情のある小さな話をくっつけて覚えること。どれも難しくないですよね。難しくないです。むしろ楽しそうです。それでは今日のベストフレーズ3選です。一つ目、記憶力の問題じゃない。自分を責めないでください。方法を変えるだけでいいんです。2つ目、意味が見えると脳が覚える気になる。漢字に意味を見つけてみてください。三つ目、続けることが何より大事。一日一個でも毎日続ける方が強いです。復習にぜひ使ってくださいね。最後にリスナーの皆さんへ質問です。皆さんが一番覚えにくい漢字は何ですか？それともこれは絶対忘れないという漢字がありますか？ぜひコメントで教えてください。理由も一緒に書いてもらえると嬉しいです。皆さんのコメント読むのを楽しみにしています。今日のポイントもとても大切でしたね。はい。でも実は来週はもっと面白いテーマなんです。どんな話ですか？みんなが大好きなコンビニの文化です。ああ、日本のコンビニですね。実は外国人の9割が気づかずにルールを破っています。本当ですか？そんなルールがあるんですか？はい。日本人が毎日やる5つの小さな儀式です。へえ、教科書には絶対に出てきませんね。でもそれを知るだけで日本の見え方が変わります。コンビニがもっと面白くなりそうですね。来週その5つの秘密を全部お話しします。これは絶対に知っておきたいですね。見逃さないように今のうちにチャンネル登録してね。